今回は視聴者さんからのリクエストにお答えシリーズ第8弾、宇宙プラットフォームの作り方を完全解説します。ファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵が最小の面積と建設資材で作れるスペースサイエンスパック工場の作り方や、搬送ベルトを一切使わない超ミニマムな宇宙船の作り方を解説します。さて、今回の動画では宇宙プラットフォームの建設に必要な材料を宇宙に送り込んで超ミニマムなスペースサイエンスパック工場の作り方を解説します。この先攻略に不可欠な情報が行き着く間もないスピードで続きますので、今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは本編スタートです。チャプター1、宇宙プラットフォームハブを打ち上げ。まずは宇宙プラットフォームスタートパックを打ち上げて宇宙プラットフォームの土台を作ります。まずロケットサイロを左クリックして宇宙プラットフォームからの自動リクエストにチェックを入れます。そうすると新しいスペースプラットフォームを構築のボタンが有効になりますので左クリックします。次に画面の左上に新しい宇宙プラットフォームのダイアログが表示されますので、プラットフォームの名前を入力して作成ボタンをクリックします。しばらく待つと建設ロボットが宇宙プラットフォームスタートパックをロケットに搬入し、ロケットが発射されます。リモートビューの左上に表示された新しいプラットフォームを左クリックすると、このように宇宙プラットフォームが開きます。ちなみに工場長は宇宙プラットフォームハブの外には出られませんので、建設は全てリモートビューで行います。ところで皆さんはロケットの打ち上げ設定を最初から自動リクエストに任せる派ですか？それとも資源を節約するために最初は手動で管理する派ですか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター2、宇宙プラットフォームへ資材を手動輸送。宇宙プラットフォームハブが完成しましたので、まずは宇宙での工場建設に必要なアイテムを運び込みます。はじめにリモートビューでロケットサイロを開き、宇宙プラットフォームからの自動リクエストのチェックを外します。これでロケットにアイテムを手動で投入できるようになります。次にアステロイド収集機にマウスオーバーして Q キーを押し、ロケットインベントリで Z キーを4回押してゴーストのアステロイド収集機を4つ入れます。すると建設ロボットがアイテムを運んできてくれます。同様にロングアームインサーター4個、算術回路1個、定数回路1個、ソーラーパネル4枚を積み込みます。ロケットインベントリにはまだ荷物を積めるので宇宙プラットフォーム基板を積み込みます。もしロボット運用をしていなければ工場長が自らアイテムをロケットインベントリに投入することもできます。最後に荷物が積み込まれたことを確認して貨物を配送するボタンをクリックします。そして運びたい宇宙プラットフォームをクリックするとロケットが打ち上げられ、宇宙プラットフォームハブにアイテムが格納されます。ところで皆さんはロケットにアイテムを積み込むとき、私のように隙間なく詰め込みますか？それとも必要なものだけでガラガラでも発射しますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター3、宇宙の資源アステロイドを収集。必要なアイテムが揃いましたので宇宙特有の資源であるアステロイドを集めます。まず E キーでゴーストカーソルを開いてロングアームインサーターを左クリックします。宇宙プラットフォームハブの左側にシフトキーを押しながら左クリックすると宇宙プラットフォーム基板とともにロングアームインサーターが設置されます。次にアステロイド収集機を同様にゴーストで設置します。このように宇宙プラットフォーム基板がつながっていないと建設されませんので、宇宙プラットフォーム基板を選択して土台がつながるように1マス設置します。するとアステロイド収集機が建設されます。
最後にソーラーパネルを設置するとアステロイド収集機によるアステロイドの収集が始まります。ちなみに建材が足りない時はこのように地上のロケットサイロから自動で搬入されます。ただしロケットに満載して運んできてしまうため1個しか使わない定数回路なども50個運ばれてしまい無駄が多いです。なので少量で足りるものは1つずつ選んで運ぶのが効率的です。アステロイド収集機を制御しないと宇宙プラットフォームハブがあっという間にアステロイドでいっぱいになってしまうので回路を使って制御します。まず算術回路と定数回路をこのように配置します。次に赤ケーブルで算術回路の入力側と宇宙プラットフォームハブを接続します。そして緑ケーブルで算術回路の出力側定数回路アステロイド収集機を接続します。さらにアステロイド収集機を開きフィルターを設定と読み込むにチェックを入れます。最後に算術回路の入力側にはそれぞれ×-1と入力し出力側にはそれぞれと入力します。今度は定数回路に金属製アステロイドの破片炭素質アステロイドの破片酸化物アステロイドの破片をそれぞれ5個と指定すれば完成です。これでアステロイドが5個を超えるとアステロイド収集機が止まります。アステロイド収集機はこのように全部で4台配置しておきましょう。アステロイドの収集範囲が広がり生産が安定します。さて突然ですが皆さんにクイズです。どうしてこの回路設定でアステロイド収集機を制御できるのでしょうか？わかった方はぜひコメント欄で教えてください。チャプター4アステロイドを砕き鉄板を無限生産。アステロイドを収集できるようになったのでこれを使って鉄板を作ります。まずロケットインベントリーに破砕機を1個電気炉を1個高速インサーターを4個残りは宇宙プラットフォーム基板を積み込んで打ち上げます。次に破砕機とインサーターを設置してレシピを金属質アステロイド破砕に変更します。すると金属質アステロイドから大量の鉄鉱石が生産されます。このままだと宇宙プラットフォームハブがすぐに満杯になります。なのでインサーターのフィルターに金属質アステロイドを設定して鉄鉱石を搬入しないようにします。最後に電気炉とインサーターをこのように配置すると鉄板の生産が始まります。このように鉄鉱石を直接電気炉に搬入するようにすると宇宙プラットフォームハブのインベントリを節約できます。ちなみに宇宙プラットフォームハブ内の鉄鉱石はQキーで選択して電気炉のスロットで左クリックすることで投入可能です。このテクニックはいろいろな場面で応用できます。今後の動画で詳しくご紹介していきます。このままだと宇宙プラットフォームハブが満杯になるまで電気炉が鉄板を作り続けてしまいます。そこでインサーターと宇宙プラットフォームハブを緑ケーブルで接続してインサーターの回路条件を鉄板小なり200に設定します。これで鉄板が200個になると投入が止まります。ちなみにアステロイドを破砕すると 20% の確率でアステロイドが排出されます。これを宇宙プラットフォームハブに戻さないと破砕機が止まるのでこのようにフィルター設定をしたインサーターを設置しています。ところで皆さんはアステロイドで破砕機が詰まって生産が止まってしまった経験はありませんか？皆さんの失敗談や対策をぜひコメント欄で教えてください。チャプター5スペースサイエンスパック工場を建設。最初の宇宙プラットフォーム構築の目的であるスペースサイエンスパックの生産を始めます。まず破砕機を2個組み立て機2を4個高速インサーターを12個エネルギー効率モジュールを16個残りのスロットには宇宙プラットフォーム基板を8個入れて打ち上げます。次に
組み立て機を設置し、レシピ設定をスペースサイエンスパックに変更し、最後にインサーターを設置すれば完成です。スペースサイエンスパックはたくさん必要なので、宇宙プラットフォームハブごとコピーして V キーを押して貼り付け、もう一回宇宙プラットフォームハブごとコピーして、今度は H キーを押して貼り付けして、全部で4台の構成にしておきます。スペースサイエンスパックに必要な氷と炭素も生産します。まずソーラーパネルを移設して、次に破砕機とインサーターをレイアウトし、レシピ設定を炭素質アステロイド破砕に変更すると炭素の生産が始まります。このままだと宇宙プラットフォームハブが満杯になるまで炭素を作ってしまうので、貫入側のインサーターと宇宙プラットフォームハブを緑ケーブルでつないで、インサーターに炭素小なり200と回路設定します。この破砕機を宇宙プラットフォームハブごとシフトを押しながらコピーして、パラメーターを酸化物アステロイド破砕と氷に変更して H キーで左右反転させて貼り付ければ、スペースサイエンスパックの生産が始まります。宇宙プラットフォームハブが満杯にならないように、インサーターとハブを緑ケーブルでつないで、インサーターにスペースサイエンスパック小なり4000と回路設定します。ゲームクリアまでに1万個以上使いますので、止まらないように生産し続けましょう。ところで皆さんは最初の宇宙プラットフォームはスペースサイエンスパック専用線にしますか？それともあらゆる機能を盛り込んだ万能型を目指しますか？皆さんの設計思想をぜひコメント欄で教えてください。チャプター6、スペースサイエンスパック工場の仕上げ。これで最初の宇宙プラットフォームスペースサイエンスパック工場が完成ですが、最後に少し調整を行います。まずアステロイド収集機の動きが遅いのですが、これは電力不足が原因です。そこでエネルギー効率モジュールを全ての設備に挿入して節電を行います。これでソーラーパネル4枚でも余裕でスペースサイエンスパックを生産できます。次は無駄な宇宙プラットフォーム基板を切り取っていきます。宇宙プラットフォーム基板の生産には鋼材20個、導線20個が必要で、生産時間も重量と長いので節約したいです。切り取った宇宙プラットフォーム基板は宇宙プラットフォームハブのインベントリに格納されていますので、シフトキーを押しながら左クリックしてナウビスに投下します。鉄鉱石もいらないのでナウビスに投下します。ちなみに投下したアイテムはスタートポイントの周辺にこのようにカーゴポットに収められて投下されます。これで最初の宇宙プラットフォームは完成です。たったこれだけでスペースサイエンスパックを毎分60個のペースで作り続けてくれます。ちなみに1時間に換算すると3600個ですので、ゲームをクリアするだけならこのペースでも余るほどの生産量になります。ところでこのスペースサイエンスパック工場が私の考える最もミニマムな工場ですが、皆さんは最初にどれくらいのタイル数の宇宙プラットフォームを作りますか？ぜひ皆さんの宇宙プラットフォームのタイル数を教えてください。チャプター7、カーゴ膠着パッドで自動リクエスト。これでスペースサイエンスパックを安定生産できるようになりました。物流システムや惑星の発見をアンロックするためナウビスに送り込みます。ただ毎回手動で投下したカーゴポットを回収しに行くのは手間がかかります。そこで今回は宇宙プラットフォームへ自動でリクエストするように設定します。まずカーゴ膠着パッドを設置します。次にカーゴ膠着パッドを左クリックして開き、リクエスト設定にスペースサイエンスパックを2000個と入力します。するとナウビスの軌道上に停留している宇宙プラットフォームに対しスペースサイエンスパックが2000個になるまで要求が行われます。これで
いちいちスタートポイントまでカーゴポットを回収に行く必要がなくなります。ちなみにカーゴ膠着パッドにはカーゴベイをこのように取り付けられます。カーゴベイ1つでインベントリを20個増やせますので、カーゴベイを10個取り付けておけばクリアまで十分な容量を確保できます。スペースサイエンスパックは今後も大量に使用するので、鉛筆マークをクリックして倍率を5倍に変更します。合計で1万個のスペースサイエンスパックを要求しておけば、最後まで止まることなく生産を継続できます。ところで皆さんはスペースサイエンスパックの生産が始まったら最初に何を研究しますか？ぜひコメント欄で教えてください。ちなみに私は要求チェストとバッファーチェストをすぐに使い始めたいので、物流システムです。もし今回の動画のいいねやコメントが多いようでしたら、フルゴラ攻略を少しお休みして、次回は宇宙プラットフォームで惑星間を移動する方法と、こんなにミニマムな物資輸送船の作り方を解説します。絶対にお見逃しのないよう今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。